いつもはですね、スズキのエブリーで車中泊してるんですが、今日はこちらの軽トラで車中泊してます。これはですね、スズキのチャリーですね。カーボっていう軽トラ用のホロをつけて、荷台を車中泊仕様にしてます。何度か達夫と一緒に旅してきたんですけど、テント以上車中泊未満みたいな感じですかね。クーラーはついてないです。なので真夏だとやっぱり天候とか木先とか工夫しないとかなり暑いです。アルミのフレームみたいなのにホロがかかってるみたいな、そういう仕組みになってます。フレームのところにですね S 字フックを引っ掛けて、こういう照明とかかけてますね。ゴミ袋なんかもかけたりしてます。運転席の部分に本当はこういう感じでガラス窓になってるんですけど、マグネットではっつくシェードをフロントガラスから見えちゃうのとか防止するのにつけてます。外だいぶ暗くなってきましたね。今6月なんですけど、今日はかなり涼しいですね。さっきまでここの窓を開けてたんですけど、もう閉めちゃいました。この窓はですね、一応この左右両側についてて、で、外側からしか開けれない形になってますね。明日は晴れて暑くなるみたいなので、納涼パーティー的なことを計画してます。これは仕込みです。水切りしたヨーグルトが今、ジップロックの中に入ってます。ここに生クリームを入れます。もうなんとなく何ができるか分かった人もいるかもしれないですけど、夏にぴったりのあれです。ブルーベリージャムなんですけど、実家で採れたブルーベリーをこんな感じで煮詰めて作ったやつです。干したりとかせずに粒そのままただ煮詰めただけみたいな。たっぷり入れようかな。視聴者さんから車内で使ってる冷蔵庫の稼働音について質問をもらったんですよ。気になってる人も多いのかなと思ったので、今日は車中泊しつつ私が考える車内用冷蔵庫の選び方みたいな話もしていこうかなと思ってます。で、そのコメントでいただいたのが、どこのメーカーのものかはちょっとわからないんですけど、お持ちの冷蔵庫がうるさくて寝られないっていう内容だったんですよね。軽トラではいつもイーノーさんの D18 っていう冷蔵庫を使ってるんですが、新商品の CL20 っていうものをゲットしましたので、こちらですね。今回はこちらを使っています。容量20リットルの冷蔵庫なんですけど、いつも使ってる D18 がその18リットルなんですね。D18 はですね、冷やすのはもちろんなんですけど、温めるのもできて、マイナス20度から最高60度までいけるんだったかな。ヨーグルト作ったりするのに使ってるんですよ。40度設定にして、手作りヨーグルトを作ってます。これはマイナス20度から20度まで。マックスモードとエコモードがあって、エコモードの方がちょっと消費電力が少ないみたいな。今マックスモードで稼働してて、スタート時の庫内温度が22度だったんですけど、今20分ぐらい経って8度まで下がりました。だいたい75、6ぐらい出てますね。開始30分でマイナス8度です。30度下がった。明日の納涼パーティー用の氷もこれ冷やしちゃおうと思います。あ、こうやってるうちにマイナス9度になって、もう見てるとどんどん下がっていくんですよね。これ平らにした方がいいっぽいです。ちょっと平らにして。開始50分でマイナス16度になりました。コメントにあった稼働音のところをちょっと調べてみましょうか。こちらが騒音計で、騒音のレベルをデシベルで計測するものです。マイナス20度設定でマックスモードで稼働してます。液晶パネルから10センチ離れたところに設置して計測してみます。じゃあ、行きます。
私が喋っちゃうと、数字が動いてしまうので、無言で撮ったんですけど、だいたい50弱ぐらいでしたよね。コメントでもらったお悩みだと、寝る時にその可動音が気になるよっていう話だったんで、実際にここで寝床を作ってみて、枕の来る位置で計測してどうなのかっていうのをやってみたいと思います。はい、寝床が完成しました。可動音うるさくて寝られないっていう、お悩みだったんですけど、なかなか商品の可動音までチェックして購入するって難しいんで、実際にこの数字を測ることで、ちょっとでも参考になればなと思います。計測してみますか。液晶画面から枕の位置まで、だいたい140センチぐらいかな。だいたい40弱ぐらいでしたよね。音もうるさいうるさくないって本当に感覚の問題だから、人によって感じ方全然違うと思うんですよ。デシベルで言われてもピンとこないっていう人もいると思うんですけど、参考値として欧州 WHO のガイドラインだと、夜間の野外騒音を40デシベル以下にすることが推奨されているそうなんですね。どうだどうだ。おー、シャリシャリしてきてる。シャリシャリしてるわ。時々もみもみしないといけないんですよ。ずっとマックスモードで稼働してきたんですけど、もうマイナス20度、目標温度になったので、エコモードにしちゃいましょうかね。今表示切り替わったの分かりますか？エコモードになりました。一応エコモードの方でも騒音計でチェックしてみます。可動音はあんま変わらんっぽいですね。そもそもマックスモードでも静かでしたしね。設定温度をマイナス20度にしてたんですけど、そこまで冷やさなくてもいいので、マイナス10度に今変えました。そしたらコンプレッサーが止まって完全に無音になりました。今外の虫の音しか聞こえません。消費電力もこんな感じです。30ワットですね。寝る前にもう一回こいつを揉んでおきます。昨日はですね、割と気温も低くて、かなり寝やすかったです。で、今朝はめちゃくちゃ晴れてて、日中かなり暑くなるみたいなんですよ。なので、涼しく過ごすためにいろいろと準備をしておきました。意外とならない。これしっかり冷えてからはもうほとんど稼働音しないですね。で、時々ブーンってコンプレッサーが回って音がするんですけど、今、動き始めましたね。時々こんな感じで稼働音が鳴りますね。ちなみに消費電力なんですけど、電源入れてすぐ、稼働させてすぐは 60W か 70W ぐらい出たんですけど、庫内の温度が安定してからは 30W ちょい。コンプレッサーが動いてない時は消費電力もゼロです。今これ外に持ち出してきたんですけど、バッテリー稼働できるのでコードレスで使えるんですよ。ちなみにこのバッテリーには出力ポートがついてて、でこんな感じで家電をつないで使うこともできます。この CL20 っていうモデルはタイヤがついてて、スーツケースみたいに転がして運ぶことができるんですよね。この持ち手もしっかりしてるので、野外に持ち出して使う機会が多い人は便利だと思います。これ昨日から冷やしてた氷です。全然溶けてない。夏っぽいものがいいなと思ってそうめんにしてみました。
青梅をいただいたんで、醤油漬けにしてみたんですよね。こんな感じで、これをつけて食べてみようと思います。シンプルに梅を醤油につけただけのやつですね。うまい。梅酢めちゃくちゃ美味しいです。梅の風味が結構しっかり醤油に移ってて、あと梅の酸味もあってめっちゃ合いますね。車載用の冷蔵庫って今ここ見せてるみたいなこの縦長のタイプと横長のタイプ、大まかにこの2タイプがあると思うんですけど、キャンピングカーの形状に合わせてぴったりはまるやつを選ぶかなと。私の場合は軽トラにつけてる台に縦長の形がぴったりはまってるんで、こういうタイプを使ってますね。特にこの台はこれに合わせて作ったわけじゃないんですけど、いい感じにはまってます。ちなみに軽トラの助手席に置くとこんな感じですね。一人旅の方でサブバッテリーとかポータブル電源を持ってないっていう方の場合はこんな感じでシガーソケットから充電して使ってもいいかもしれないですね。昨日の夜仕込んでたあれなんですけど、実はねアイスを作ってました。氷の上に入れてたんですけど、これもしっかり冷えてますね。こういうアウトドア用の冷蔵庫って下の方はキンキンなんだけど上の方はちょっとぬるいみたいな話を聞くことがあるじゃないですか。庫内のどの位置でも均一に冷却できるっていうところにこだわって開発されてるみたいです。最初ガチガチだったんでしばらく外に出してちょっと溶かしたんですよね。実は多分今ちょうどいいぐらいになってると思います。柔らかさいいちょうどいい柔らかさ。いただきます。うますぎておかわりです食感はね、アイスとシャーベットの中間ぐらい、若干シャリッとしますね。市販のアイスみたいなこう滑らかな食感ではないんですけど美味しいです。冷蔵庫のサイズ選びの話をちょっとしときましょうかね。ちなみにこちらは容量20リットルの冷蔵庫なんですけど、リットルで言われてもいまいちどのぐらい入るかわからないっていう人多いと思うんですよ。今回ですね 1.1 キロ入りの氷とアイスを冷やしてたんですけど、こんな感じでだいぶ余裕があります。で2リットルペットボトルを入れてみるとこんな感じですね。横にして2リットルペットボトル入れて約4本で、500ミリリットルのペットボトルなら約20本、350ミリリットルの缶だと約30本入るっていうサイズです。過去に容量10リットルなのでこれの半分の容量の D10 っていう商品を使った時の映像がこちらなんですけど、こんな感じですね。私の感覚なんですけど10リットルだとちょっと飲み物冷やしたりとかお土産とかお弁当とか保管するぐらいかなと。旅先で料理をしたいとかお酒が好きで720ミリリットルの瓶を何本も冷やしたいぞっていう方だと18リットル以上はあった方がいいんじゃないかなと思います。で釣りで大物狙うよとかって方はイーノーさん30リットル以上のめちゃくちゃでかい大容量の冷蔵庫もいくつも出してるんで、そういうものも候補に入ってくるかもしれないです。今回は納涼パーティー的なことをしつつ車中泊用の冷蔵庫の選び方についてちょっと語ってみたんですけど、どうでしょう、皆さん参考になったでしょうか。形状とか容量とか本当に様々なものが出てるんで、皆さんも自分に合った1台を探してみてください。今回使った E の CL20 の商品情報を概要欄に貼っておきましたので、気になった方はぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。